こんにちは。今日は秋の食材を使った1週間の下味冷凍自信作ができましたので、ぜひ最後まで見てくださいね。献立は具材の種類少なく、同じ食材でも違う味付けで飽きないメイン料理9品と余り野菜で作る副菜2品の11品。秋の味覚をたっぷり使っても節約ができるので、ぜひ頑張りましょう。ではいきますよ。クリームシチューはいつも我が家では鶏肉なんですが、今回はきのこと鮭で秋のシチュー作りから、玉ねぎを半分薄切りに、エリンギでもえのきでも代用ができます。ほうれん草がなかったので今回はブロッコリーを入れています。鮭は骨をカットして塩を振り、ドリップを拭き取る。余りの骨と身は味噌汁の出汁に使ってもいいです。一口大の大きさにカットして皮をカットします。ゴロゴロっと大きめが好きな方は大きめに切っても大丈夫です。また皮が好きな方はカットしなくてもこれも OK です。具材を詰めたらコンソメ大さじ1強入れたら完成。鮭とシチューが楽しみ。空気を抜いて冷凍します。今回は冷蔵で解凍しました。火は弱めの中火で炒めます。火が通ったら火を止めて小麦粉大さじ3、余熱で溶かします。溶けたら牛乳300と水 200ml 加えて弱めの中火にかける。塩コショウを振ってグツグツ煮たら完成です。鮭の味が染み込んでとっても美味しかったです。大根が少し安かったので買ってきました。カットしたらすりおろします。鮭に塩を振ってドリップを拭き取り、骨をカット。子供にとっては骨があるとないのとでは食いつけが変わります。このままの大きさでもいいのですが、半分に切ります。大根と鮭を詰めて、きのこは好きなもので構いません。免疫力アップにたっぷり。鮭の残りを入れたら調味料です。めんつゆ大さじ3、生姜1センチから2センチ、酒大さじ1、甘みが欲しい方は小さじ1弱の砂糖を入れてもいいです。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火でお水 150ml 入れます。あとは蓋をして途中裏返しをして10分煮込む。お好みでバターを入れても香りが豊かになります。鮭ときのこ、つゆが優しくてとっても美味しかったです。ちなみに我が家では大根が余りやすいのでいちょう切りにして冷凍庫で保管すると日持ちします。お味噌汁や煮物に凍ったまま使う分だけ入れて使います。ここからは同じ食材で3連続で種類違いを作ります。玉ねぎをみじん切りにしてレンジで 500W4 分チン。粗熱を取っておく。油揚げもレンジで油抜きし、キッチンペーパーで挟んでお水を垂らして 500W で 1,2 分。油抜きをしなくてもいいんですが、中まで染み込みにくくなるかもしれないので、これはお好みでお任せします。合いびき肉を入れたら片栗粉、パン粉、卵、これもつなぎがなくても油揚げに入れるのでいいんですが、今回ハンバーグにも使うので醤油、酒、またつなぎも入れて下味をつけておきます。これをヘラでこねていきましょう。ある程度まとまったら袋に入れて油揚げに入れていく。袋の切り方が大きすぎて困ったのでご注意ください。畳んだ方を下に向けて置いていきます。キャベツを乱切りにカットしたら詰めていきましょう。さほどこだわりはないんですが、半解凍した時用にランダムに入れておくとくっつきにくいです。味違いを作るので洋風用にも5個ずつ詰めたら完成です。醤油大さじ 1.5、酒大さじ1、本だし小さじ1、砂糖小さじ1強入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回は冷凍庫で半解凍しました。
フライパンに並べてお水 200ml 入れたら蓋をして火は弱めの中火で煮込みます。途中からひっくり返して10分ほどで完成。冷凍でも崩れません。油揚げと相性が良く子供がとっても喜んでくれました。味違いの洋風はトマトピューレ 150g とコンソメ大さじ1、砂糖大さじ1入れたら完成です。優しく空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火です。水を 200ml 加えて蓋をして途中返して10分で完成です。キャベツの甘みとトマトの酸味が美味しかったです。種類違いの3つ目はレンコンを切って酢水でアク抜きをします。ラップの上に水気を拭いたレンコンを乗せてさっきの種を乗せたら形を整えつつ気持ちを抑えてお肉が入り込むようにレンコンをかぶせて軽く押さえます。あとは小分けに包んでいく。ハサミでカットしたら折りたたんで袋に詰めます。残りも挟んで包みましょう。ちなみに微妙な量が残ったら軽く丸めてハンバーグの冷凍ストックにします。今回冷蔵庫で半解凍にしました。弱めの中火で蓋をして5、6分蒸し焼きにしたら油を取って裏返し、反対側も5、6分焼いている間にタレを作りましょう。醤油、みりん、砂糖大さじ2ずつ、あとはお水 100ml 加えたら混ぜます。これにタレを加えてタレが絡んだら完成です。とっても美味しかったです。秋の味覚といえばかぼちゃ。簡単なメイン料理を作ります。玉ねぎは粗めのみじん切り。袋に詰めたらかぼちゃの種を取り除く。皮をそぎ一口サイズの大きさにカットしていきます。硬いけど気合で乗り切る。これを 500W を 4、5分チンします。合いびき肉とかぼちゃを詰めたら完成です。ケチャップ大さじ3、ウスターソース大さじ2、お砂糖大さじ1入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回も水で解凍しました。火は弱めの中火でひき肉やかぼちゃを整えて蓋をして10分。お肉の色が変わったら完成です。かぼちゃの甘みがお肉に染みて優しい味でした。余ったかぼちゃはサラダに、袋に入れたらマッシュして40秒ほどチンしたベーコンにコーンを入れて混ぜる。冷凍しておけば副菜としていつでも食べられます。長芋が好きなんですが、子供が生では食べられないので大好きなお好み焼きにすることでびっくりするぐらい食べてくれます。ちなみにこれが一番簡単です。適当に切ったら綿棒で潰す。少し粒を残してあとはコーン缶を入れるだけ。コーンは好きなだけ入れてコンソメ大さじ1、片栗粉大さじ 3.5、 混ぜたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍。油大さじ1、火は弱めの中火で蓋をして5分。周りがバチバチ泡が立ったらひっくり返します。フライパンごとひっくり返すスキルがないので無理をしません。チーズをかけて蓋をして5分焼いたら完成です。ちょっとだけおしゃれさせたんですが、鉄板でやっちゃうと崩れるのでお皿に盛ってからおしゃれさせると綺麗に仕上がります。これは子供が大喜びで食べてくれました。
長芋を使ったレシピでもう一品。スティック状に今度は切って詰めていく。大葉とお肉って相性がとても良くて香りが増します。胸肉でも代用ができます。鶏肉を一口サイズ大にカットして、鶏肉と大葉を詰めたら調味料だけです。ポン酢大さじ3、鶏ガラスープの素小さじ1。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で時短解凍しました。火は弱めの中火で蓋をして全体的に混ぜて火が通ったら完成です。しそとポン酢でさっぱり、とっても美味しかったです。キャベツを無駄なく消費するためすき焼きに入れちゃいます。豆腐は熱を通して入れるか調理時に加えてください。またこんにゃくも調理時に入れるのがおすすめです。ごぼうは斜めにカットして、えのきやしいたけのきのこ類、玉ねぎはちょっと厚切りで、長ネギ1本丸ごと入れます。今回はキャベツを入れましたが、定番の白菜でもいいし、好きな野菜を入れていいと思います。あとは牛肉を詰め込んで調味料を入れていきます。すき焼きの割り下は2人分なら半分量で OK です。醤油、みりん、酒を 100ml ずつ、砂糖は大さじ4、ポンだし大さじ2。これを混ぜましょう。袋に半分ずつ流します。すき焼き食べるのが楽しみです。すき焼きは冷蔵庫で半解凍しました。2人前だと 200cc。 火は弱めの中火で吹きこぼれないように注意してお肉に火を通します。豆腐はお好みですが、好きな方は入れてください。週末の鍋は最高でした。秋にもってこいのさつまいも、これも冷凍することで調理の時短になります。生のままカットして水につけてアク抜き、5分ほどしたらしっかり水を拭き取り袋に詰めて冷凍します。冷凍のまま薄くひいた油に優しく投入して揚げ焼きにします。やや弱めの中火。その間に調味料をフライパンで作ります。砂糖大さじ4、水大さじ2、みりん大さじ1、お好みで醤油小さじ1。泡が極小になったら揚げたさつまいもを入れて絡めて、タレが絡んだら完成。お好みでごまをかけてください。さて、今週の下味冷凍は秋たっぷり食材11品で作りました。料理を手軽に時短で作れるように準備すると安心ができますよね。子供が最近点数をつけてくれるようになりました。いつも10、100点というなんか謎な点数なんですが、褒めてくれているようです。毎日忙しい日々の中、皆さんの負担が減り、楽して料理を楽しめたらと願っています。来週も頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。またお会いできますように。